おはようございます。とは言ってももう1時半なんですけど、昨日まで実家に、何泊だ ?4 泊かな ?4 泊5日で実家に帰ってて、昨日の夜帰ってきたとこです。でも昨日の夜もね、結構疲れてて、普通に寝て、で今日起きたのがもう8時半ぐらいで、今日オンラインで授業があったんですけど、それが9時からで1時ぐらいに終わって、今ご飯作ってるとこですね。朝から何も食べてないは嘘だな。ちょこちょこつまんではいたんですけど、ちゃんとしたご飯食べてなかったので、今作ってるところです。もう今日は午後から指導です。よし、とりあえずご飯です。さて、コーヒー休憩です。いや、もう最近の気候は素晴らしいですね。だんだん、あれちょっと待って。そんなこと言ってたら雨降ってるんだけど。出かけようと思ったのに。もう、本当に今ですよ。多分降ってきたの。多分、1分前ぐらいまで降ってませんでしたけれど、まあ、雨降っちゃって、なんなんですけど、最近の気候はめっちゃ最高ですね。もう春になって結構暖かくなってきて、まあね、ゴールデンウィーク中とか結構暑かったんですけれども、まだね、猛暑にはならないと思うので、こうやってね、窓を開けとくとめちゃくちゃ快適なんですよ。今の気温21度ですけど、シリが反応しちゃった。今の気温21度なんですけど、窓を開けとくとね、もう本当に暑くもなく、寒くもなく、めちゃくちゃ快適な気温なので、こうやってね、ずっと、一日中、もうほぼ一日中、窓を開けて過ごしてますね。快適すぎます。もうね、実家にいるときは、もう夜なんかもね、一晩中窓を開けてましたね。まあ、ここだと、なんかちょっとさすがに、1階だから、夜中に窓を開けとくの抵抗あるし、目覚ましとかの音が、実家だとね、フロアは、自分たちしかいないんでよかったんですけど、このアパートだとね、隣も近いし、近所の家も近いからうるさいと思うので、開けらんないんですけど、昼はもうほぼ開けてますね、この時期は。めちゃくちゃいい感じ。心地よすぎます。ちょっとめんどくさいけど出かけよう。髪切りたいんですよね。髪が結構もう伸びてきて、前回切ったのが、前回ね、地元で切ったんですよ。3月の終わりくらいに帰省した時に地元で切って、なんでわざわざ地元で切ったかっていうと、そのパスポートの申請を前回の帰省の時にやったんですけれども、その時もめっちゃ髪伸びてたんで、もう思いつきで、やばい、今日切っとこうと思って、その前日ぐらいに切りに行ったんですけど、そっからまあ1ヶ月どうだろう、1ヶ月と10日ぐらい経って、だいたい自分はね、もう、どんぐらいだろうな、2ヶ月ぐらい髪切んないとめっちゃ伸びてくるんですよ。で、まあ1ヶ月に1回ぐらい切んないとめっちゃ伸びてくるので、ちょっと、そろそろ切んないとやばいんで、切ってきます。あとね、コーヒー豆がなくなっちゃったんで、このついでに調達してきます。実は長傘が全部なくなってしまって、2、3本あったのが、いろんなとこに忘れてきたりして、なんとついにゼロになってしまったということで、これね、カバンに潜めておく用の折りたたみ傘なんですけれども、これ急に雨とか降ってきた時に使うようにカバンにずっと入れてあるんですが、もう傘がこれしかないので、これをずっと使うしかないという事態になってます。なんかあれだな、雨降ってるから外に出たらめっちゃジメッとしてるかなと思ったんですけど、なんか外の方が、なんか家の中の方が湿度が高かったです。もうね、本当になんか家の中にいたら、もう蒸し暑くて、エアコンの除湿をかけてたんですが、それでもなぜか外の方が湿度低いという、なぜだ。家の中が今日めちゃくちゃ暑かったんですけど、覚悟して外に出てきたらなぜか外の方が快適という。冬の間はもう家もずっと寒いって言ってて、暖房つけても温まんなくてずっと寒いって文句言ってたんですけど、こういう時に限って暑いというね、なんで今涼しければいいのにっていう感じなんですけど、なぜこんな雨の中髪切りに行ってるかっていうと、もう髪がねめっちゃ伸びて、地元にいる間もねもうずーっとこの髪が鬱陶しかったんで、もうこっち帰ってきたらもうすぐ切りに行こうと思ってたんですよね。もうなので、それと明日からも学校行かないといけないので、今日のうち切っちゃいたいんですよね。
整髪料とかつければいいじゃんって話なんですけれども、あんまり整髪料好きじゃなくて、前はね、ちゃんと整髪料つけてセットしてたりしたんですけど、もうなんかあれめんどくさいし、なんか嫌いなんですよね、あの感覚が。整髪料がついてる感覚、なんか髪になんかついてるっていう感覚がちょっと苦手だし、夜とかも基本的に朝、シャワーとかお風呂とか入るタイプなので、夜にね、その整髪料落とさないといけないのがすごいめんどくさいんですよね。なのでもう、セットしなくてもいいように髪をね、短くしてしまうっていう感じに最近はしてますね。その方が髪とか乾かす時間も少ないし、汗とかかいた時の不快感も少ないので、あとね、これ前髪伸びててね、額に当たってるとね、なんか肌荒れしたりするんですよね。なのでそれもあって最近はできるだけ短くキープしてます。雨降ってるんですけど、気温がそんな高くないおかげか、その梅雨の時期みたいなジメジメ感はないんですよね。なのでまだマシかなっていう感じ。しかしなんか人が少ない。なんか地元レベルで、うちの地元レベルで人がいないんですけど、今日雨降ってるからかな。結構今ね、もう5時半ぐらいなので、みんな家に帰る時間だと思うんですけど、全然人がいない。車も少ないですね。でもこの道路はそこそこ交通量あるけど、この時間いつももっと混んでるはずなんだけどな。今もう5時半どころかもう6時ぐらいだった。今6時ぐらいなんですけど、なんかなぜか今日は人が少ない。なんかいつも地元から仙台に帰ってくると、やっぱり比較的こっちの方が人多いので、帰ってきたなっていう感じするんですけど、なんか全然人いない、帰ってきた感はないですね。いつも地元からこっち帰ってくると、比較的こっちの方が人多いので、帰ってきたなっていう感じするんですけど、全然人少ないから帰ってきた感がない。明日駅前の方とか行けばそれは十分感じられると思うんですけど、こっちの外れの方はなんか全然人がいないです。これね、傘のね巻きつけるこのなんていうの、こういうのマジックテープみたいなベルクロだ。このベルクロの凹凸みたいなのがなんかなくなっちゃって、全然これ傘ねまとめられないんですよね。なのでこの状態だからめちゃくちゃ邪魔。これね、折りたたみ傘も買い替えたいんですよね。これちょっとでかいんですよ。だからカバンに入れておいても、これ常時カバンに潜めておきたいので、結構ちっちゃいのがいいんですけど、これでかい。では行ってきます。床屋ジョイ。てか営業時間大丈夫かな。6時12分。よかった、7時までだ。よし、OK、終わり。なんか今回結構いい感じになった。3ミリで後ろと、脇刈り上げてもらって、全体的に短く、いつも通りのオーダーですけど、雫が落ちてきた。いつも通りのオーダーですけど、なんかかなりいい感じになった。気に入りました。あれさ、かの有名な、なんだっけ、ヨーロッパのさ、めっちゃちっちゃいやつじゃなかったですか。夕飯は唐揚げです。多分作りすぎました。もうこれでもね、5個ぐらい食べましたね。うわー。すごいインコだな。さあ、今日は何と言ってもこいつですよ。アップルイベント May7。今回のイベントはなんと珍しいことに、日本時間の午後11時からということで、いつもだと、日本時間だと午前2時とか3時とか、そのくらいの時間に行われることが多いんですけど、今回は、11時ということで。いつも深夜にやる場合は、一回仮眠取ってから、また起きてみるっていうことやってるんですけど、午後11時の場合は、普通に起きてて見れるので、この時間にやってくれるのはありがたいですね。で、これ、May7 って書いてありますけど、だいたいね、日本時間の、午前2時とかにやるイベントだと、日本だと日が変わってるわけじゃないですか。だからもしこのイベントを午前2時とかにやるとしたら、日本は、5月8日になってるわけなんですよ。ですが、イベント名は、5月7日みたいな、そんな感じになってるんですけれども、この時間だと、日本もまだ日が変わってないので、5月7日っていう、なんか、ここの日付はね、いつも日本の方が1日進んでるっていう感覚なので、なんかちょっと新鮮な感じで、なんかギャラクシーのイベント、サムスンのイベントとかに近い感じですね、この時間帯にやるのは。
でもギャラクシーどうだろうね。8時くらいが多いかな。さあ、開始まで88分。ということで、めちゃくちゃ楽しみです。なんか今回はね、iPad の発表がメインになるみたいなリークがあるというか、毎回この時期のAppleイベントって、iPad とかですよね。っていうか例年だと多分3月ぐらいにAppleイベントやると思うんですけれども、今年はそれがなくて、5月にAppleイベントってあんまなくないですか？結構珍しいですよね。いつも3月とか4月とかに、iPad とか Mac とかの発表のイベントはよくあったりするんですけど、5月っていうのは初めてかもしれないですね。まあ昔にはあったかもしれないですけど、最近の傾向だとこの5月にイベントっていうのは珍しいんじゃないですかね。で、来月もWWDC があるので、2ヶ月連続でこの Apple のライブが見れるっていう、そんな状況になってます。もうすでに1万人が待機してますね。もう気づいたら、16分前になっちゃいましたけど、あれ？来た。16分前で、52,000人待機しております。楽しみ。特に Apple の公式とかではまだ何も上がってないですかね。まだ何もなさそうですね。そうだ。思い出した。始まる前に思い出しました。これね、YouTube の、プレミア公開じゃなくて、あれね、Apple の公式ウェブサイトから見た方がいいんですよ。これ今、この MacBook を、PC に映った。今この MacBook をこのテレビに映しました。このテレビに MacBook の映像を映すの初めてかもしんない。なんかテレビに MacBook の画面、Mac の画面が映ってるってめちゃくちゃ新鮮なんですけど。これ初めてやったな。うわ、すご。TV モニターってそのままですけど。こっちの設定とかで。デフォルトがこれくらいで、スペース拡大すると、ちっちゃ見えねえ。このテレビも 4K があるので、十分ね、作業はできると思うんですけど、さすがに43インチだけかな。43インチはさすがにでかいです。PC モニターじゃなくて、これはテレビですけど、こんなでかい画面に PC 映したのは初めてに近いかもな。使うことはあんまないと思いますけど、これね、Apple の公式のウェブサイトにアクセスすると、こっから見れるんだっけかな。もうなんか早速、ちょっと音が、テレビから。なった。オッケー。こっちのね、公式のウェブサイトから見た方が、一番のメリットは、日本語の字幕が付けられるんですよね。YouTube のプレミア公開だと、リアルタイムで日本語の字幕って付けられないんですよ。後からアップロードされた後に、アーカイブに上がった状態で、日本語字幕を使うことができるんですけれども、プレミア公開中、このリアルタイムでは日本語字幕つけられないんですよね。でも、この、Apple の公式のウェブサイトからであれば、日本語字幕をリアルタイムでつけて見ることができます。これね、これかな？字幕で、こんな感じで、世界の主要な言語は一応ね、英語とかフランス語とか、韓国語、中国語、ここら辺に対応してるんですけど、日本語も対応してて、はい。こんな感じで、今は音声がないので何も出てこないですけれども、こうしとくと、リアルタイムでも、日本語字幕が見れるので、より正確な情報が出てくると思いますね。英語ね、多少、聞き取ることはできるんですけれども、さすがにね、この発表会の内容を正確にかつ、早く聞き取ることはね、なかなか難しいので、やっぱりね、日本人は日本語字幕あった方が見やすいと思うのでね、こっちで見た方がいいと思います。apple.jp じゃなくて、apple.com の日本の Apple じゃなくて、ちゃんと本当に真の Apple 公式的な方のサイトで見れますので。あと、こういうイベント始まるまでの映像みたいなのもこれ、公式ウェブサイトの特典なんじゃないですかね。多分、これちょっとかっこいいアニメーションと音楽が聴けるし、多分これね、YouTube の方だと、まだなんも、このただの待機画面なんですが、この公式ウェブサイトだと、イベントが始まるまでこの楽しい映像が流れてるんで、こっちで見た方がいいと思いますね。あと YouTube だとプレミア公開でも若干遅れて再生されたりすることがあるじゃないですか。このネットの関係だったりとか、ちょっと遅れて再生始めたりすると、リアルタイムから数秒遅れたようなところで再生されちゃうんですよね。でもこの Apple の公式サイトの場合は、もう常に Fire TV のリモコンを一生懸命操作したけど、これ PC の画面映してるんだった。これでも自動的にこの
リアルタイムのところを再生してくれるので、こう自分で調整する必要がないんですよね。飼育板がそもそもなくて、だからね、ちょっと巻き戻してみたりとかはできないんですが、もう自動的に、もうこれがもう今リアルタイムの、状態だよっていうのを見せてくれるので、いいですね。あ、2分、あと2分です。楽しみ。お、始まった。おー。やっぱね、もうこれはほぼ確定してることなんですけれども、今回多分 iPad の発表なんですよね。なのでこれもなんかこう iPad でこう描いたような絵になってて、それを予想させるような映像になってて。やっぱ Apple のトランジションすごいですね。あ、本日発表されるものはすべて iPad に関わるものですって言ってますね。iPad Air ですね。iPad Air の紹介みたいです。iPad Air もね、これがね、プロモーション 120Hz に対応してくれれば欲しいんですけれども、今のところね、その 120Hz は iPad Pro でしか対応してなくて、Air は60なんですよね。だからね、別にね、iPad Pro の性能必要ないし、自分の用途だったら Air で十分だし、Air の方が軽くて安いんで、Air でもいいんですけど、やっぱり 60Hz ってのは気になるので、対応してほしいんですけど、対応するかな？なんか iPhone とかも、無印の iPhone は、もうあと4、5年は 60Hz のままだっていう噂があるので、iPad Air も対応しないと思うんですが、対応してほしいっていうのが願いです。2サイズあるんだ。今まで Air って1サイズだけでしたよね。2サイズあるんだ。それってあれかな？ iPhone でいうプラスっていうか、あれか、iPad Pro と同じく、10インチと 12.9 とかなんですかね。13インチか。じゃあ、あれじゃん。iPad Pro の 12.9 インチより、でかいっていうことか。新しい iPad Air には M2 チップが搭載。もうこれで、あれですね、M1 チップの製品はもう完全に、現行では、一つもなくなりましたね。最低が M2 っていう感じになって、最新が M3 だっけかな。だから、あれか、そもそも M シリーズじゃなかったんだっけ iPad Air って。今、あれじゃ iPad Air に M チップが入るのは初めてですかね。あれどうだったっけ？前回の iPad がどうだったかちょっとわかりませんが、とにかく M2 チップが搭載されてるっていうことですね。で、M2 だから、この PC と同じものが入ってるわけなので、もう本当に自分の持ってるこの M2 MacBook Air、これ最新で M3 が今出てますけれども、これと同じ近いパフォーマンスが出せるし、かつ、最新のものではないから、安く提供できるっていう感じだと思います。今のところ変わったポイントとしては、13インチモデルが出たことと M2 搭載したっていうことですかね。はい。1TB のストレージとかも前までなかったですよね。あれですね。スペック面では、M2 になったことにより、以前の iPad Air より、性能が上がると。そんな感じでしょうね。最小ストレージが今まで64だったんですよね。でも128になって、512と 1TB が追加されたと。599ドル。さあ、これがね、今の円安の日本円ではいくらかですけど、799ドルだと、このままの金額かはわかんないですけど、今いくらだ？ 160 円ぐらいになってるんだっけ？ちょっと計算できないけど。ってことは10万円は超えるんじゃない？ iPad Air に10万円か。しょうがないんですかね。そっか、13インチの iPad Air が10万円超えたとしても、今の、iPad Pro 12.9 インチとかだと、新品だと17、8万ぐらいしたんですけどね、16万ぐらいだったかな。なんで、安いっちゃ安いのかなって思いますけれども、やっぱちょっと10万円超えてくると高く感じますよね。すげえ、iPad Nano よりも薄いんだって。それって、すごい薄さだな。確かに前のモデルと比べると全然薄くなってますね。100g 軽量ってかなりすごいな。結構進化してるっていうか、カメラの形がなんかこれ、カメラバンプのところが本体と同色になるんだ。じゃあガラスじゃなくてあそこアルミになるっていうこと？なるほど。タンデム OLED だって。1002と。すご。ディスプレイがなんかすごい、ディスプレイの輝度がすごい上がったらしいです。2枚の OLED ディスプレイを使ってて、
その2枚分の明るさで高い輝度を出すっていうらしいです。さあ、これでプロモーションに対応してくれれば120点なんですけど、さすがにないかな。対応してくれ。お、なんと M4 の発表が来ましたよ。iPad Pro は M4 搭載。じゃあ今の現行のすべての MacBook より性能が良くなるってことじゃないですか。まさかのここでいきなり新しいチップの発表があるとは思わなかった。なんと新しい M4 チップ登場。まあ予想通り iPad Air には、120Hz は多分搭載されませんでしたね。今もう iPad Pro の発表に、映ってるんですけれども、まあね、iPad Pro に関してはもうずっと前からプロモーションディスプレイ搭載してるので 120Hz っていうのは対応すると思いますが、まあ M4 チップが搭載されて、めちゃくちゃ良くなったよみたいなことを言っております。でもね、iPad Pro ね、めちゃくちゃ高くなるっていう噂なんですよね。まあアメリカの人にとっては大したことないというか、多分ね、価格据え置きになるのか値上げするのかはわかんないですけれども、まあこの円安の、日本にとっては結構高くなるんじゃないかなっていう噂があるんですけれどもね。まあこの発表会ではわかんないけど、日本での発売価格がどのくらいになるかですよね。ハードウェアの発表もありそう。あ、これ？すごっ。Apple ロゴに銅を使用だって。さらになんか質感も良くなって、で、排熱効率も良くなると。あ、すげえ。マジックキーボードも新しくなったんだ。ちょっとなんかヒンジのところが変わってる気がするけど。すごいなんか、デザインがより MacBook に近づいたというか。ちゃんとアルミニウム製になったんだ。だからほぼ MacBook ですね。素材がアルミになったんだ。もうこれ完全に見た目は MacBook ですね。新しい Apple Pencil も出てきそう。すごっ。やっぱこの Apple のアニメーションすごいな。てか Apple Pencil って最近もなんか出ませんでしたっけ？ Type-C で充電できるようになった Apple Pencil Pro。すごっ。Apple Pencil にもついにプロが、さあどれだけ進化してるのか。13インチモデル1299ドルから。ってなると日本円だといくらになるんだ？やっぱ日本円だとこれ、まあ1ドル160円だとすると20万円超えますね。iPad Pro の13インチだと。なかなか円安が辛いですが。US の価格ではどうなんだろう？据え置きなのか上がってるのか。前回の、モデルの価格が、あっちの価格がわかんないですけど、どうなんでしょう。iPad 史上最強のラインナップ。WWDC も忘れないで見ようと思います。今回も面白かったです。なかなか。やっぱりさすがですね。さすがですが、やっぱり高い。iPhone で撮影し Mac と iPad で編集しました。全編 iPhone で撮影したんだ。もう、あれですね。シネマカメラはいらないという。もう、さすが。いやー、面白かったです。ありがとうございます。WWDC も楽しみ。ちょっと、Apple の更新されてるかな？更新されてる？まだか？まだっぽいな、iPad。違う、これは。M2 だ。まだ更新されてないな。この、アプリの方は更新されてますね。アプリの方の、Apple Store アプリの方は更新されてて、iPad Pro。究極の iPad Pro 体験を、その進化を紹介します。いろいろ情報見てみよう。ちょっとあれだな、これ。ライトモードの方が見やすいかな。11インチモデル、13インチモデル。これ iPad Pro ですけど、前までだとこれ 12.9 インチだったんですけれども、iPad Pro も13インチモデル。この割り切りのいいサイズになってますね。で、たっけーな。11インチモデル、これ何もまだカスタマイズしてない状態で16万8800円。13インチモデルだとなんと21万8800円っていう、何もカスタマイズしなくても、なんていうの、通常スペックでもなんと20万円超えという。で、これ、iPad にもついにこのスペースブラックが登場したんですね。スペースグレーが廃止されてスペースブラックになってます。シルバーもあるし、スペースブラック。
もうスペースブラックってもう完全な黒に近いような色ですよね。結構ね、自分はね、アップル製品シルバー派なんですけど、ちょっとスペースブラックもありかもしれない。そしてストレージこれ、今までは最小が128だったんですが、256に引き上げられてっていう感じですね。13インチのスペースブラック。これが256ギガだと、21万8800円。で、2TB にするとこれやばい。40万じゃん。39万800円だって。やばすぎます。そしてこれね、このナノテクスチャーガラスっていう、これ 1TB か 2TB にしないと選択できないんだ。何その悪徳商法みたいな。ナノテクスチャーにしたいなら 1TB か 2TB の高いモデルを選べっていうことなんですかね。うわぁ。で、これ 2TB のナノテクスチャーのとこにすると、これ本当に40万超えたじゃん。40万6800円。で、これ、ナノテクスチャーのオプションはこれは、1万円くらいですかね。1万6000円とかですかね。ナノテクスチャーガラスにするのに。これはね、なんだっけ、昔の iMac とか、プロディスプレイ XDR とか、スタジオディスプレイで選べた、ちょっとなんか非光沢になって映り込みが少なくなるみたいな、なんか特殊加工みたいな感じのやつなんですけれども、これが1万6000円で付けられますよっていう感じでございます。高すぎます。で、iPad Air も出てきてますね。これもね、11インチモデル、13インチモデルありますが、今までって、でっかいモデル、多分ね、前までだと 12.9 インチ、っていうサイズが、A4 サイズの紙とほぼ一緒のサイズなんですけれども、それが欲しいなら、iPad Air で、十分なスペックだと必要なスペックが iPad Air で十分だとしても、その画面サイズが欲しいなら無条件で iPad Pro を選ばないといけないっていう状況だったんですが、今回からは、iPad Air でも13インチモデル選べるようになったので、そこまでスペックがいらないんだけど、でっかい画面が欲しいっていう方は、iPad Air でも13インチモデルを選べるようになったという。うちの母親がね、iPad Pro の 12.9 インチを昨年買ったんですよ。うちの母親も楽器やってるんですけれども、それで楽譜を見たいっていうので、だから楽譜を見るのであれば、スペック的には iPad Air とかで十分じゃないですか。でも、楽譜ってだいたい A4 サイズぐらいなので、紙に印刷した楽譜のサイズに近づけるには、12.9 インチの iPad Pro を買わないといけなかったんですよ。ってなると、Air で十分だとしても、反強制的に、プロを買わされるっていう時代になって、家族は昨年、母親は 12.9 インチの iPad Pro を買ったんですが、今であればこっちを進めた方が良かったかもしれないっていうのはありますが、もう、1年前の話なんでしょうがないですけど、これだと12万8800円。なんかね、安く感じちゃいますけれども、全然安い金額じゃないですよね。iPad Air で10万円超えって高すぎますけど。で、こっちにはスペースグレーが残ってますね。で、ブルー、パープル、スターライト。っていう感じでね、そう、iPad Air にはね、なんと、私が好きなシルバーがないんですよね。残念ながら。ブルーとかいいかなと思うんですけれどもね、やっぱりね、シルバーが欲しいんですよ。ということで、容量最大の、これ1テラって、iPad Air って多分前まで512まででしたよね。これ1テラバイトモデルっていうのは新しく追加されたのかな？多分そうですね。今までは512までだったはず。で、これにすると21万6800円。これまた iPad Air で20万超えって、今までだったらありえない話ですけれども、めちゃくちゃ値上がりしてるというか、あっちでは変わらないんだろうけど、単純に円が安くなってるっていう問題だと思うんですけれども、こんな感じかな。この Apple Pencil Pro っていうのは、どっから見れるんだ？普通にこっからか。あった Apple Pencil Pro 21,800円。そして、高っ iPad Pro 用マジックキーボード59,000円ですよ。6万円。キーボードケースに6万円。これあれですね、このベースの部分っていうか、これ全体的にあれなのかな？前はなんかナイロンっぽい、なんかシリコンっぽい素材でできてたのが、今回はアルミニウムになって完全にMacBook と同じ素材になったんですよね。で、これもブラックモデルがあるとか。そんな感じ。いやー、高いです。これさ、MacBook 買った方が良くないって思うんですよね。
まあ、携帯性が全然違うんでしょうけど、なんか MacBook 買った方が、それこそ MacBook Air 買った方が安いじゃんっていう感じなんですよね。これね、僕買った時16万ぐらいだったんですけれども、まあなんなら でも MacBook Pro よりはさすがに安いのか。ちなみにこれ11インチ iPad、M2 用。だから今回のやつですね。のスマートフォリオ。これキーボードがついてなくて、ただこう、フォリオなので、カバーするだけのタイプのやつなんですが、これが13,000円。これも前9,800円とか1万円くらいじゃなかったですかね。これも若干値上がりしてます。でもこれ11インチ用だから13インチ用だともっと高いかもしれない。これは M2 iPad Air。これも44,000円。あれ多分前までですね、あれだったんですよね。iPad Pro と Air と共用だったんですよね。マジックキーボードに関しては。そんな気がしますね。多分共用だった気がするんだよな。ですが、これあれだ。これは多分前のやつと一緒ですね。この以前あったマジックキーボードと同じ、素材というか、機能とかデザインとか素材も前の、以前の iPad、マジックキーボードと同じやつ。で、この高いやつが、これね、これアルミニウムでできた新しいやつは、これ iPad Pro だけなのかな？ Air だとないのかな？この新しいマジックキーボードはプロだけっぽいですね。Air 用はなさそう。まあとにかくね、すごく性能が上がって、新しいアイディアが詰め込まれてるってのはわかるんですけれども、やっぱり高い。正確に言うと Apple 製品が高くなったというよりは、円の価値が下がったっていう方が正しいんですが、高すぎますね。今、瀬戸康史さんのライブを見ながら、Apple イベントの要因に浸ってます。もうなんか買おうとしてますね。さすが。